皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1101日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1060名、戦車13両、装甲戦闘車17両、砲54門、多連装ロケット1両、ドローン172機、その他車両130両となっています。戦線全体では、1日で110回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。トランプ大統領はイギリスのスターマー首相と会談後に記者団から質問を受け、ゼレンスキー大統領のことを何度も独裁者と呼んだことに自ら驚きを表明しました。記事によると BBC の特派員からゼレンスキー大統領を今も独裁者と考えているかと質問された際、私がそんなことを言ったのかそんなことを言うなんて信じられない。次の質問に行こうと答えました。一方、スターマー首相は、ウクライナでの和平合意を実行するため、ウクライナに地上部隊と空軍を派遣する用意があること、ウクライナへの軍事支援をかつてないほど拡大する用意があると表明しました。一方、アメリカの軍事支援の拡大については、鉱物資源協定がウクライナの必要とする安全保障だと述べ、取り合わなかったと伝えられています。2番目。また、アメリカはトルコでロシア代表団と2国間協議を行いました。会談の成果は不明ですが、その後、アメリカはウクライナ侵略に対するロシアへの制裁を1年延長しました。一方、ロシアは記者と話をすることなく会合場所を去り、誰が交渉担当者かも明かされませんでした。会談場所を提供したトルコは、アメリカとロシアと個別に協議を行いました。その後、トルコはロシアの意向に反し、ウクライナに平和維持軍を派遣する用意があると表明しました。ちなみに、トルコは NATO で2番目に大きい軍隊を持っています。トルコ以外にも、スイスが派遣を表明し、オランダも派遣について議会承認しました。プーチン大統領は、ウクライナの平和維持軍を受け入れたとトランプ氏が述べて以降、各国は次々と平和維持軍の派遣を表明して既成事実化を図っています。一方、ロシアは平和維持軍を繰り返し拒否しています。今後、ロシアはこの点で和平協議全体を決裂させるかどうかの判断に迫られる可能性があります。3番目。ウクライナ主要情報総局 GUR のブダノフ長官は、ウクライナメディアのインタビューに応じ、ロシアは来年までにウクライナに対する全面戦争を中止しなければ、世界のリーダーシップの座を失うと分析しました。ブダノフ長官は、戦争の経済的負担はロシアにとって大きすぎたと指摘し、国内の開発やプロジェクトを実施できない状態にある。北極圏の開発やガス生産に関する技術も不足している。2026年までにこの戦争から抜け出せなければ世界のリーダーの地位を失うと説明しました。また、ウクライナ国立銀行の前の総裁だったシェフチェンコ氏はエクスプレスのインタビューに応じ、ロシア経済が必然的に崩壊に向かうと指摘しました。同氏は、ロシア経済は GDP が増加したが世帯所得が減少し、政府は軍事産業に資金を投入している。作った兵器は破壊され、付加価値を生まない。ロシアは
経済の教科書でいう、経済の歪み、分配の失敗という典型的なシナリオの中にあり、必然的に経済崩壊につながると述べました。同氏は、続けて、ロシアにとっての唯一の道は、一刻も早く制裁を解除し、世界の市場に復帰することだが、さもなければ、北朝鮮型の経済に移行し、国衆のあらゆる側面に悪影響が続くだろうと、経済的災難が数十年続くと予測しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。戦争研究所によれば、ロシアは和平交渉で占領地域を大きく上回るドネツク、ルハンスク、ヘルソン、ザポリージャ州の全域と100万人の市民をロシアを明け渡すよう要求し、和平交渉に興味がなく、軍事的に目標を達成できると考えています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最高気温-3度、最低気温-15度。今日の天気予報も晴れとなっています。複数の報道によると、北朝鮮はクルスクに追加の派兵を行い、今回は兵士1000人から3000人規模で派兵したほか、装甲車両、工兵、電子戦システムを備えた部隊として送ったとの情報があります。1番目。スベルトリコボの西にあるウクライナ国境付近では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃し、再度占領しました。ロシア軍はドローンで応戦し、その場所から判明しました。ご覧いただいているのは、ロシア軍の第106空挺師団の映像で、地図の場所にある塹壕にウクライナ軍がいるところを観察している様子となっています。この場所は、ロシア軍が23日に攻撃を仕掛け、一度はウクライナ軍が撤退したところでしたが、戦況図では、この場所までウクライナ軍が再度占領したとして更新しました。面積は3平方キロになります。2番目。ニコルスキーの西の郊外では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が機械化攻撃を行い、ウクライナ軍が早期に発見して撃退しました。一方、ロシア軍はニコルスキーを奪還したと主張しましたが、バレバレのプロパガンダか、誤った前線の報告だったと考えられます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47機械化旅団のもので、地図の場所で破壊されたロシア軍の車両が再利用できないように、森の妖精さんの最新バージョンを投下して温めているところとなっています。最新バージョンは、ドローンが燃えないように、アルミとマグネシウムの粉をぶちまける方式になりました。戦況図では、ロシア軍の奪還範囲を、この場所まで2キロ後退させ、係争地の拡大として更新しました。3番目。チェルカスカヤコノペルカの北西の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、地図の場所で、ウクライナ軍のドローン攻撃に絶望したルジアンが、ご先祖様のところに戻る決心をしました。ウクライナ軍の第82空挺旅団の報告によれば、一発目は防弾チョッキがあったのか、ただ痛いだけに終わり、しばらくしてから、もう一度決意を固めて、頭に向けてコントロールショットを放ったものの、これも有効打にならず、結局寒さで召されたとのことです。この場所は、1週間ほど前のウクライナ軍の攻勢作戦により、ウクライナ軍の占領地としていましたが、戦況図では、占領地を200メートルほど後退させ、係争地が拡大したとして更新しました。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で5回、スバトベクレミンナ戦で5回、シベルスク周辺では1回、チャシフヤール方面は5回、トレツクの方向では
10回と回数を揃えて攻撃を行いました。シベルスク周辺。この方面では、ロシア軍の攻撃が続いています。ビロホリフカでは、2月23日に、ルジアンが多数の旗を立てて占領を主張したことをお伝えしましたが、その攻撃について、ウクライナ軍の第81空挺旅団のゴリャニン報道官が報告しました。報道官は、敵は、まず、鉱山の南から突撃を行い、西に回り込んで、ウクライナ軍の気を引いてから、東の方向から、ビロホリフカ集落に攻勢をかけ、防衛が手薄になった集落に、次々と旗を立てたと説明しました。また、現在は、ウクライナ軍は、ルジアンを排除している途中であると付け加えました。今のところは、戦況図に変更はありません。それ以外についても、ロシア軍の攻撃の勢いは低下し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では33回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で19回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンの攻勢の勢いは弱まり、ウクライナ軍が局所的に反撃に転じています。兵力も減少し、この方面のロシア軍の最大兵力は11万人でしたが、現在は7万5千人から8万人に減少しています。ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、ラジオフリーヨーロッパに登場して、この方面の戦況について、敵はポクロフスク郊外で足止めされている。ポクロフスクを迂回して包囲する試みは失敗し、攻撃はやめないが、敵は確実に肉体的、精神的、物理的な疲労を強くしている。特に米ロ交渉が始まってからは、兵士の戦闘意欲が明らかに低下していると説明しました。1番目。ポクロフスクの南西にあるピシチャネでは、2週間ほど前にウクライナ軍が奪還した集落に対し、ルジアンが再占領を目指し、前進を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第32機械化旅団のもので、地図の場所で、建物から建物に渡り歩き、隠れる場所を探しているルジアンの様子となっています。戦況図では、この付近の家20軒ほどの範囲で、ウクライナ軍の奪還地から、再び係争地に更新しました。2番目。昨日の動画で、ウクライナ軍が集落を奪還したコトリネでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が地図の場所にある陣地に突入し、奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第425スカラ大隊のものとなっていて、昨日の動画のサムネで使用したものですが、位置が判明しました。捕虜に対する尋問では、補給がなく、食べ物もないので、その辺のぬっこを捕まえて食べたと語り、指揮官は投降を望まなかったが、手榴弾が空気穴から落ちてきて地獄に召され、自分一人になったので投降したと述べました。戦況図では、この場所まで500メートルほどウクライナ軍が奪還したとして更新しました。3番目。西側正面のナディーフカでは、位置情報付きの映像によると、集落の南で、ルジアンが機械化攻撃を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第38海兵旅団のもので、地図の場所で前進を図っているロシア軍の戦車の様子となっています。この攻撃は、ウクライナ軍により撃退され、戦況図では、この場所まで、係争地の拡大として更新しました。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。1番目。アンドリーフカでは、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍の攻撃を避けるため、ルジアンが北から回り込んで、集落の西に前進していると判明しましたので、戦況図をそのように更新しました。2番目。コスティアンティノピルでは、位置情報付きの映像と複数の情報によると、市街戦に突入し、
ルジアンが集落の最初の建物に取り付き、ウクライナ軍の陣地にドローンで攻撃を行っています。戦況図では、ウクライナ軍の支配地を集落の北側に修正し、南東側600メートルほどをルジアンが占領したとして更新しました。3番目。ノボーチェレツベートでは、昨日の動画で、ウクライナ軍が防衛線に後退し、ルジアンが占領した可能性があるとお伝えしましたが、複数の情報によると、最前線がスクドネの集落になっていると伝えていることから、戦況図では、ルジアンがノボーチェレツベートを占領し、スクドネ集落の間合いを詰めているとして更新しました。面積は6平方キロになります。4番目。また、ブラツケの南の郊外では、これも複数の情報を総合して、ルジアンが畑2枚分程度前進したとして、戦況図を更新しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ5回攻撃を行いました。カミアンスケ方面。この方面では、小規模ながらルジアンの攻勢が続いています。そのうち、ピャティハトキーの南では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落内の建物に取り付き、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第2山岳突撃旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、おととし11月に、ウクライナ軍が西側装備で反転攻勢を行って奪還したところでしたが、戦況図では、集落の南側で、ウクライナ軍の奪還地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。その他、ロシアのダゲスタン共和国では、プーチン大統領にメッセージを送り、私たちは18世紀のような生活を強いられている。何とかしてほしいと訴えました。話によれば、ここは電気も水道もガスもなく、冬になると子供は学校に行けず、病気になり、医者にかかれず肺炎になります。毎日必要な水はバケツで汲みに行って家に運びます。こんな18世紀のような生活がここ2年続いています。ある村の女性の夫が最近ウクライナで戦死しました。小さな子供がいるのにと話すうちに次第にヒートアップしてプーチン大統領に窮状を訴えました。また春になればゴミだらけになり、バーベキューに来た人がそこら中にゴミを散らかして帰るような風景になると、片付けきれないゴミが街中に散乱していることも訴えました。18世紀といえば日本では江戸時代になるでしょうか。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。